テキラドジョンです。今回ね、レジェンドリーグからやっていきたいと思います。レジェンドのね、リプレイをこうしてクランチャットに貼って保存をしているんですけども、YouTube のね、メンバーシップ入ってくれた方とね、一緒にタウンホール16でね、対戦とかやってて、そのクランに入ってるのでね、興味ある方はメンバーシップ入って、リプレイとかね、たまに動画にならないやつとかもやったりしようかなと思ってるので、見に来てください。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。クイヒールートライダー前回紹介した方で若干ほんのちょっとね、細かいユニットだけ変わってるって感じかな。ルートライダー6体は結局変えずにね、ゴブリンとか細かいユニット、ウィザードを3体にしまして、結構僕ね、10日弊社の対応率が非常に高いので、ウィザードそんなにいらないなっていう結論になりましたと。っていうところとね、あとは、こだわりとしては、オーバーグローの呪文を絶対持ってくみたいなところでね、ぶっちゃけなくていいシーンが結構多かったりもするんですけど、あったらあったでね、便利だったりとか、どういう使い道をしていくのがやっぱりいいのかっていうのを、この辺ね、オーバーグローを使っていかないとやっぱ上手くはならないので、無理くりでも使ってね、前回取れんくてもいいから、とりあえず、練習というか、発想の練習とかね、そういうの、こういうの強いじゃんみたいな発見があるかもしれないからね、そういうために持ってってますよと。で、対戦相手の配置の方が、こういう、結構ね、対策陣になってたので、昔ながらのクイヒーディガホグっぽいような感じでよくやってますね。なんかディガホグでもいいのかもしんないんだけど、ディガホグでやりたいことをクイヒールートライダーでやることが結構多いです。タウンクイヒーして、形作ってキング10日弊社流して、ディガホグのような感じで真ん中にルートライダーを発信させていくみたいな感じで、ロイヤルチャンピオンの盾になってくれてはね、何でもいいんですけど、ぶっちゃけ。防衛援軍も簡単な援軍というのを確認したので、ポイズンだけで処理させつつ、キング10日ですね。割とね、形としてね、キングがね、本体と合流するのは結構ありかなって感じてます。ペッカが2体になったことで、外周カットがね、割と成り立つんですよね。ペッカ2体とのね、10日弊社部隊で。打つとこないのでね、こういうの早めにイーグル固めていきました。あんまり遅めに打っちゃうと、イーグルがなかなか現れなくて、逆にイーグルを落とせなくなっちゃうんですよね。最終区画、急に現れたくじ区画によってルートがぶっ壊れるみたいな感じになるので、若干気持ち早めに打ってあげることで、ちょっとこれね、むしろ遅かったなって感じです、これに関しては。やっべえ、打つのを忘れたみたいな感じだったので、かなりの量が流れちゃってますね。で、ようやく現れてくれてっていう感じ。これもうちょい早く現れてくれればね、ルートライダーもここに綺麗にスムーズに誘導ができたので、この辺の感覚っていうのもしっかり、もう本体出す前にイーグルを止めておくとかしてあげないと、最終的にだるい感じになって、残っちゃったみたいなのがね、よくあるんでね。で、あとは呪文とかいろいろあるので、どうしようかなとか思いつつ、フリーズ、両サイド打って、温存ができそうだったんでね。で、レイジからのインビジブル使ってロイヤルチャンピオン延命していつつ、これでフィニッシュですね。残ったウォールブレーカーとか入れなかったので、今回はドカとか入れて、僕も出していくと。めっちゃディガホグっぽいアタックですね、これは。続けて、これは、邪魔だから消したみたいなね、あれだったかな。クイヒー自体はあんまりいいクイヒーになってなくて、タウンクイヒーをしていくんですけど、6時から2層突き破っていきます。モノリスがあるところ、火力も高いっていうところで、今回の、オーバーグローはここを固めていきます。クロスボウと、マルチアーチャータワー。寄らないようにっていうのと、シンプルに火力を抑えるのにっていうので、ここはオーバーグローである理由があった呪文の打ち方になってるかなとは思います。ホーミングチェック2枚綺麗に捨てましたね。ありそうなところ、結構左右対称陣はね、左右対称に罠置かれてることが多いので、両サイドチェックっていうのが結構大事になりますと。で、リクスケも相当数見えたのと、テスラもある程度見えたなっていうところで、もうここも早めですが、固めていくと。後で見えてほしいんでね。右にさえ流れてくれればいいんで。で、ホーミングチェックバルーン追加で最後投げ込んで、やっぱりホーミングあるよねってことで、かなりホーミングチェック、刺さりましたね。で、右に流れてくれました。で、キングとか行くんだけど、ルートライダーはね、ここから発進したいんだけど、現れないからまだ出せなくて、どっちにしろここは時間を貯めて使うところなんですけど、ここからルートライダー現れてから発進。結構ね、こういう使い方を僕をすること多いですね。ルートライダーで、違う、オーバーグローで1回消したところを現れてからルートライダー発進させていくっていうやり方。ここでヒーラーがね、クイヒー全部持ってかれたんですよね。だるいだるい。
ここからクイヒー歩かせるだけでね、相当壊せる施設多かったんですけど、持ってかれちゃったんで、クイーンが落ちます。しょうがないっすよね、これは。なので、中央、レイジ、フォームをかけていくと。今回もキングが合流するような形。しかもこれヒーラースライドしたのにトルネ引っかかってマジで仕事してないから、返せそのヒーラーって感じですよね。で、フリーズかけつつ、キングの方がね、合流してたのを見て、ウォールブレーカーも共に合わせて内側入れさせつつ、ルートライダーのね、穴開け能力に結構一緒に動いてくれるのも強いよね。サービス終了編成とかで結構、キングをね、ルートライダーと一緒に歩かせていくことの強さみたいなところも結構感じれてるので、食い火であってもそういうやり方でね、取れるっていうのが、そういう形を取れるっていうのがね、強みかなと思います。10日弊社があるからこそ、キングも一緒に真ん中歩かせられるっていうところもあるかな。割と、外行っても中行ってもどっちもキング強いから。ジャイアントガントレットだとやっぱ中入っても強いよね。その辺は配置見ていろいろやりくりしてるような感じではあるんですけど、あとはね、キングをね、クイーンのためのサイドカットとかなんか壊したい区画に投げ込んでも、後で10日弊社も一緒に使えるみたいな。なんかぶっちゃけなんか、今までって困ったらドリル使ってたんですよ。困ったらドリルを一緒にルートライダーと発進みたいなことしてたんですけど、その枠をもう、10日弊社って絶対やるっていう風に割り込んでやってます。ドリルにはドリルの良さがあってかなり強いんですけど、10日弊社を使うことによってね、僕はウィザードの枚数とかが3枚とかね、回収ユニットの少なさっていうところを10日弊社で補うことができてるっていうところ。逆に言うとね、たまに使う突撃艦の時の回収力の少なさが困ってるんですよね。たまにね、突撃艦が刺さる配置があって投げるんですけど、ウィザードがいかんせん3枚しかなかったりとかで、回収のね、最後結構うまくやりくりしなきゃいけないなっていうのを感じてます。今回はイーグル止めるようなオーバーグローにしたんだったかな。これもね、あんまりいいあれではなかったなっていう記憶があるんですけど、ウォールブレーカーまずはダックやリターンかけつつ、ホーミングチェックは2枚同時に出たので、ちょっと1枚吸って、フリーズかけてから、ここはもう1回、ウォールブレーカー差し込んでいきます。部品のルート自体はかなりいいかなと思います。この辺もね、ちょっとね、インビジブルとかフリーズとかクイーンのね、呪文、HP 管理うまくないですね。もったいない。ガチでもったいない、こういうの。なんかね、のほほんとやりながら、レジェンドやってたんでしょうね、この日ね。さあ、キング10日弊社をやっていくんですけど、今回もちょっとキングが逆走してくるっと、今回外流すつもりで投げてた気がするんですけど、内側入りましたね。なんだかんだね、内側入ったキング強いからな、ルートライダーが道作ってくれて。で今回はもう、クイーンまでトーム巻き込むつもり満々でやったやつですね。こういう外周の長弾逮捕ちょっとだるいっすよね。ただ、キングがぶち破ってくれて、これは内側入れたね、役割っていうのをしっかり果たしてくれてますよね。ここなんだよね。こういうちょっとめんどくさい、残った単体施設のところ、ペッカウィズとかがね、回収してくれるのがほんと強くて。で、タウンホールを乗り越えていくと、これがルートライダーの合流をし、他のユニットタウンホールこんなにね、浴びながら無理よね。タウンポイズン浴びながらこんな進めないから。で、今回ね、新しく採用したホグっていうところがね、結構強くて、ペッカに合わせてホグビズとか刺すと、たまにシューターも使ってるんですけど、シューターのためのホグチェックっていうのだったり、こういった外周部の施設にペッカタゲでホグがね、刺せるタイミングで結構生まれるんですよ。2体もいるんでね、ペッカ。で、さっきね、ホグの方が、ロイヤルチャンピオンを生み出してくれて、その辺ターゲットずらしたりとか、こういう感じで。ホックスがいかに活かせるかどうかみたいなところかな。ホックスさえ生きていればロイヤルチャンピオン爆伸びするんで、ホックスが死なないような立ち回りをするっていうところで、やっぱ縦ユニットの多いルートライダー編成っていうのはいいのかなと思います。ワンチャン回収ウィザード若干遅めに出して、ホックスをね、後ろに留めるっていうのもありなのかもしれないね。どうなんでしょうね、そういうの。ホックス全然出さない。ホックス全然出さんくして、じゃあウィザード全然出さなくして、ホックスをずーっと後ろに止めておくと、ワンチャンフォックスが前の方に走ってこないから、やられることが少なくなるみたいな。あいつね、ロイちゃんとターゲットずれるからね、ウィザードの枚数少なくするのはありかもしれない。さあ、ETWW e スポーツというところでね、結構ナビとも対戦するようなクランの対戦相手が引けましたと、9時から食い入れて、これが割と
まあ、オーバーグローっぽい使い方ができたかなっていうようなやつだったと思います。まあ、援軍が釣れるので、こういうホグもね、強いかな。ホグ採用することでね、ちょっとね、援軍釣りだったりとか結構幅広がったんでね、ホグ一体だけでも連れてくの、やっぱ、ヒーラバルの時とかもやってましたけど、強いなって思いました。うん。ここはホーミングチェックのバルーンを一旦入れつつ、援軍もね、火力の低いところで当たることができます。今回もキングとかっすね。で、もうこのアイゴレが暇すぎたので、ウォールブレーカーを先に開けて、今回開けることのメリットとして、まあこうやって罠が見えるっていうところだったりとか、まあリクスケとかがね、ウォールブレーカーで釣れる配置って結構あったりするんで、まあ食い火の方で釣れるならそれはそれでいいかなっていうところで、早くやりすぎて逆に釣れてしまうみたいなこともあるんですけど、それがなくていいと思ったので、まずはウォールブレーカーをこのね、オーバーグローかけたところかけてあげることで、ウォールブレーカー内側走るので、内側に走らせて、拡張、そして、この区画が全部消えているので、クイヒーの方がタウンホールの方に戻りつつ、火力の方も当たらないのでコントロールができるというね、めちゃめちゃオーバーグローじゃないこれ。ウルトラオーバーグローを使い込んで、キングと貨幣書を流しつつ、現れたので、ここからルートライダー発進です。まあ、結構こういう使い方が多いかな。うん。ルートライダーのオーバーグローが終わったタイミングで出してあげるみたいな感じ。でちょっとこのね、テスラによってキングが流れちゃったんでね、その辺ちょっとカットしてあげてもよかったかなと思いつつ、ここはね、クロークを、呪文もね、一応レイジフリーズとか持ってんの知ってたんですけど、まあ、クロークで行こうということで、この後クイーンをそんなに火力の高いところ当たらないんで、クロークで行って、真ん中にレイジを打つ方がいいかなっていうところ。ロイちゃんにレイジを打つのがね、やっぱ強いんですよね。あとは東海弊社から出てきたイエティとかもこうして、うろちょろ合流するのも結構強くて、あとはクイーンが壁を破って外と合流しつつ、まあ、真ん中ロイヤルチャンピオンフォックス持った状況で能力も持ってる。2段構えですね。長弾大砲によってちょっとフォックスは溶かされちゃったんだけど、ターゲットを受けた時にね、ここからホグライダーを生み出しつつ、インビジブル効果もついているので、ターゲットをずらすことで突破ができると。はい。強いね。このホグ出し強いんよな。ホグ人形強いですよ、皆さん。かなり強いと思う。もともと僕、新しくね、ギアが出た時結構ホグ推しですよ、みたいなこと、紹介で出しつつあげたと思うんですけど。ヘイスト薬も強いんですけど、そのね、地味な仕事力、縁の下の力持ち感は結構いいなと思ってます。なんかこういうタイプの配置もちょくちょく見るよね。タウンホールインビジブルタワーがついてるこの形の配置。うん。ホーミングチェックをベビドラが追ってくれるタイミングで差し込みつつ、まあ、イメージ的にはここ、下側にクイーンを持っていくような感じですね。で、突撃艦を今回多分使うと思います。さすがにこれタウンどうしよう。突撃艦使うかってなった気がしますけどね。投げると思うな。はい。もうオーバーグローも使うとこないんで、そういう使い方しましたね。これいいんじゃない？インビジブルタワーも隠しつつ、他に使うところないし、イングル砲も固められてることによって、うん。これいい。あれじゃない？オーバーグローじゃない？火力も抑えつつ、インビジブルタワーも発動させないっていうところ。まあ、フリーズでいいんですけどね、ぶっちゃけもうこの段階で。フリーズ残す方が強いかなって感じたかな。後で使うとこがないんだよな。イーグル砲が発動するような段階だと、もうイーグル砲はいてほしいんだよね。消えないでほしいんだよね。うん。難しい。さあ、ここでどっちから行くかちょっと悩んだと思うんですけど、上から展開。これならもうちょい早めに展開してもよかったかなと思いましたね。まあ、この辺ちょっと迷いながらのプレイだったので、上早く出しときゃよかったなと思いつつ。クイーンの方もね、真ん中ウォールブレーカーつけてあげたことで、中心突破、レイジ打って、マルチ IT にヒーラーを焼かれないように早めに突破させて、まあ、援軍の方も勝利させてという流れです。まあ、ヒーリングトームあるので、しっかりヒールかけつつ、キングの方もウォールブレーカーが、どっちだろうあれ。ウッドライダーが開けたかも。フリーズかけて相手のクイーンも止めてあげつつ、キングがすごい
そのまま進んでくれたら嬉しかったのに。流れちゃった。で、クイーンクロック、レイジインビジブルあるんだけど、どうしよっかなーって悩んでるところを、まあ、ここはキングフィストで、この辺ね、壁越しでも攻撃ができるようになりつつ、ビッグスケルトンとかもね、まあ、キング、エンメスリ見ないんで、フォックス、じゃあフェニックスもついてるんで、うん。そのまま見殺しつつ、外周流れてる、ルートライダーとかも強いですね。ここは能力持ったロイちゃんが残ってて、どうにか回収してのフィニッシュです。こういったところもね、ホグウィザードとかこういう処理の仕方とかもできるし、一体ホグがね、結構終盤で地味に強かったりする。うん。まあ、キングサイドカットに使わないパターンだとね、まあ、結構10日弊社に似たような使い方してますね。まあ、結構ね、今回は動画、というかアタック自体が取っといたので、動画一気に上げていこうと思います。これもね、インビジブルの延長線みたいな使い方をしてったと思います。ルート強制に近いかな、クイヒ。東海弊社型。クロスアローも強いよね。クイーンとクイーンがぶつかるの分かってるんだけど、これ、他の防衛施設のターゲットが一切入らないから、フローズンアローだけで解決ができちゃうっていうところで、これも強い。めちゃくちゃ強い。で、クイーンを結構ね、中途半端な位置から出したかなっていう印象もあると思うんですけど、ここをがっつり隠すことで、タウンホールの方にゴリ押し誘導を行っていきます。これができちゃうと、まあ、火力も抑えられるし、普通に溶かせるし、まあ、長弾大砲はさすがに折っていった方がいいので、ここは隠さず。ここはね、自分で黒く打ったんですけど、エアスイワンプッシュで結構狂わされたなって感じでした。今の結構黒く打たないと怪しいシーンだったので、まあ、押して損はないかなって感じだったんですけど、ギリギリまで貯めたんだけどね、ちょっとうまいこといかなかったね。キング10日兵士やりつつ、ルートライダー発進です。ちょっとテスラがね、出ちゃったんでね、もうちょい4時から寄せたかったんだけど、うまいことできなかったですね。で、まあ、モノリス当たったので、フリーズ当てて、クイーンの方も見つつ、ルートライダーの方も見つつ、キングと一緒に合流してくれたので、ウォールブレーカー、ペッカムチが入ってるのを見て確認してます。ウォールブレーカー等も入れて、左サイド空いた、ルートライダーも穴開けてくれた。タウンホールはしっかりクイーンがレイジ乗った状況で打ててる。で、キングと当たるのです。ストライカーとかも差し込みつつなんですけど、ペッカがね、やっぱ東海弊社から出てきたところ、ここキング処理とかもね、強いですよ。内側の方もね、キングロイヤルチャンピオンしっかり進みつつ、まあ、形としてこのキングが結構ルートライダーと合流するのは強いのかなって思い始めてますね。東海弊社をサイドカット要員として使って、キングもルートライダーとなんか地味に合流するようなイメージで、ぶち込んでいくの強いかもね。長弾大砲とか当たりつつ、あとは、まあ、残ったところ適当に回収してのフィニッシュで終わりです。ロイヤルチャンピオンやっぱ能力残した状況でフォックス最終点までね、持ってくれると強い。フォックス強いよ。フォックスありがてえ。最強に強え。やってて重い。めちゃめちゃ重い。ここはホグライダーとかも生み出しつつのフィニッシュです。結果もね、こうやって見ると結構外周部が閉じられてる区画だったので、出すとこがね、なんかペッカも生きるとこがなかったんだけど、内側に一緒に入ってくれたことでね、キング処理とかもできましたね。これもね、結構いいインビジブルだったんじゃないかな。インビジブルじゃねえわ。オーバーグローだったんじゃないかなと思うんですけど、タウンホールの反対サイドから、12時から入って、9時側をがっつり隠してタウンクイヒーをするっていうね、やり方をとっていきました。オーバーグローにしか、なかなかできないやり方なんじゃないかなと思います。これがね、やっぱ、オーバーグローにしかできないやり方をせっかくならやりたくて、防衛側がオーバーグローを想定してない配置がやはり多いので、てか想定する必要ないんで、ぶっちゃけ。利率もそんなに高くないし。想定されてない配置に想定されてない攻め方をするとね、結構刺さったりするので。ウィズトがね、お得にこれベビドラ刺さるので、テスラとかホーミング出たらそこまで隠せばいいしとかいろいろ思いながら、ベビドラ投げ得ですので、ここ投げましたと。で、これシューターも投げ得だなって感じなので、10日弊社本来はやりたいところなんだけど、シューター投げ込みます。テスラも見えていったっていうところでね。で、
キングと当たるところストライカー補助受けつつ、で、この後ロイちゃんとね、シューターが当たっちゃうので、はい、ここですね。バルーンでテスラを追ってインビジブルで戻そうっていうところで、綺麗に戻していくと。で、バーバリアン吸いつつ、アーチャーで本当は次のターゲット取りたかったんだけど、ストライカー先に投げられちゃいましたね。でもこのターンクイヒがやりたいんですよね。強くないですかこれ、どうみんな。この、オーバーグロー。テクニカルオーバーグロー来た。で、ロイヤルチャンピオンの方は、ストライカーでゴリ押し処理したので、シューターの方が投石をターゲット取るようにできて、まあ、もう一度現れたところから、ルートライダー発進で、まあ、援軍と当たるところ、ここはモノリスとイーグルが飛んでくるので、インビジブルで一度かわしつつ、うん。まあ、あとはトームのタイミングだけ見計らってるって感じです。まあ、クイーンと当たるので、まあ、そろそろ打ってもいいかなって感じ。ここはトーム打って、うん。クイーンからのターゲットだったりとか、まあ、ここのボムターンのターゲットとか、ヒーリングトームでね、まあ、ある程度、ダメージ受けてから打つのがやっぱり理想的なんでね。ヒーラーがなんかいつの間にか消えてますね。赤爆を全部食らったようです。いやー、強いなー。こうやって見ると結構オーバーグローもね、持ってった時に仕事をしてくれることが多かったりするし、結構無茶なルートとかもね、取れたりするので、強い時は強いなーって感じてます。フリーズ2枚どうせ打たなきゃいけないようなところをオーバーグローで打てると美味しいみたいな。なんか、いなくなんないでほしいな、その施設っていう時もあるから、そこも難しいところなんだけど。うん。まあ、あとは、ノイちゃん能力残ってたので解放してのフィニッシュですね。うん。結構、オーバーグローを活かした、刺さったプランじゃないかなと思います。これもなんか雑に使うとこねえし、まあなんか流れなそうだけど消しとくかぐらいのやつでね、使ってったクイヒですね。まあ、第1クロスをね、止めつつ、まあ隠すことで、このままタウンホールの方にね、9時にクイヒやっていくんですけど、まあ、ユニット出さずにね、クイーンだけでコントロールできるのはいいですね。多分金庫行くと思うんだけど、とか思いながら、まあ、使うとこ他にねえし、打っていっか、つって。多分こっち動くから平気なんだけど、イーグル砲後で止めんのもなんか、そんな必要なさそうな配置だしなと思って、ここはね、9時の方に確実に誘導させるために使ってきました。まあ、対地クロスとかも抑えることで、ここね、投石対地が両方被るシーンとかでもダメージを受けずね、持っていけるっていうところと、まあ、このルート取りしたかったので、ホーミングチェックもね、このルートをきれいに拾うことができてますね。うん、完璧。かなり理想的なホーミングチェックになっていく。あとはウォールブレーカー入れつつ、スニゴブカットとかも入れて、ホーミングチェック、ラストのものを入れていく。はい。でフローズンアロー入ることでね、ここ、結構ヒーラーもダメージ受けちゃってるんだけど、耐えれそうかなってところギリギリ耐えて、ここフローズンアローで突破することができました。キングトーカー弊社。こういう外周の配置にはやっぱキングトーカー弊社刺さるね。で、ルートライダー発進です。一応投石のスプラッシュ受けないようにね、ウィザードは角度つけるんだけど、投石なんてないんだよ。上段大砲とか投石の時の癖でね、ちゃんと角度を変えるっていうのをね、毎回やっておくといいかなと思います。ここでトーム打てればよかったんだけど、若干遅れちゃったんだよね。キングにトーム打ちたかったね。これは良くないトームだったかなと思います。もう半テンポ早ければ。まあでもペッカ2体がこれ、トームかかって内側入ってるのはいいかな。ヒーリングトームも入ってるし。ここペッカが折ってるね、イーグル。すごい、仕事してるよ、ペッカ、ほら。ルートライダーよりも、もう先陣切ってペッカ2体がもうすごい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 。ペッカが偉い。ペッカ偉いよ。気づかなかったよ。攻めてるとき。ライブで攻めてるとき、ペッカの偉大さに気づかないよ、これは。結構、ルートライダーより前に立って仕事してくれてんね。偉いじゃん、それ。うん。ペッカもね、新レベルの方が HP とかもバカ上がるんだよな、確か。上がり幅が結構でかいので、新レベルペッカの強みは結構出てる気はしますね。2体出るのも強いし、うん。
ラストアタックにしようかなと思います。なんかあんま記憶ないけど、そんな良くないアタックな気がするな、これは多分。本体と合流して合流しバッシュしたような気がするんだけど、どこ使うってなった気がするな。インビジブルターとかにかけたのかなな気がするな。結構ね、この編成する上でやっぱ、オーバーグローどこ使おうがね、やっぱ30秒間で考えることなんですよ。食い火どこやろうっていうのはもう当然あって、それプラスでオーバーグローどこ使えば刺さるかなっていう目線で結構配置を見てます。オーバーグロー刺さんない時はもうしょうがなくイーグルを止めることになるんですけど、基本的にはね。そうなった時のイーグルの位置とかも確認してで、これ多分イーグルシングル止めたな。もういっか、使ってっていう感じで。そこシングルかかんなら結構だるいのかもしんないってことで。うん。固めたね。結構ここにクイーンが立ち位置的に滞在することになるので、ここ止めちゃうのはありかなっていう、そういうオーバーグローですね。ちょっとスニゴブ対応遅れちゃったんだけど、ここからキングトーカ兵者とルートライダーと合流していきます。1体だけ残して、もうクイーンのための穴開け用のルートライダーですね、これは。ボムタワーをタゲ取らせて、ここ穴開けしていくことで、クイーンの方もボールブレーカー使わずに内側に入れていく。こういうルートライダーもね、すごい強いので、ルート強制、本体の。これ強いよ。で、キングの方も穴開けボールブレーカー入れてあげて、ストライカー投げてからの一気のトーム。手前のね、あれにはトームが入らなかったんだけど、相手のクイーン、モノリスのところまでしっかりトームウォールブレーカー入れることができていい穴開けですね。で、バルーンからのウォールブレーカーとか使って、一応キングの道もね、下が作ってあげたんですけど、どうでしょう。下来てくれましたね。こういう6時のウォールブレーカーとかで結構大事ですね。ペッカも一緒に動いてくれている。対1クロスの方も、ここは、フェニックスキングで降り切ることができて、あとは真ん中貫通してくれているので、レイジンビジブル合わせてあげて、ロイちゃんだけかな。ロイちゃんを延命するのをメインにしつつ、クイーンでもいいなと思いつつって感じですね。で、あとはペッカに合わせてホグライダー。このホグやっぱ採用するのも結構、手の届かないところにね、使われるようになったので結構いいあれだったなと思います。で、シングル IT はもうフローズンアローを持ったクイーンが普通に突破してくれたので、インビジブルもいらんやんっていうところクイーンも黒く打って、ロイヤルチャンピオンも能力余ってるので解放して終了です。フローズンじゃないや、オーバーグローの強みが出たような感じではないですが、合流型もね、結構意図してやっても全然強いので、クイヒーとルートライダーで必ずしも別動体で進めるんじゃなくて、合流していくことで、サービス終了編成のクイーン内側に入れた時みたいな感じになって、これはね、結構強いんですよね。途中で言ってたみたいに、キングを内側に入れていくやり方だったりとか、クイーンを逆に今回は入れていくやり方だったりとか、ルートライダーってそれそのものではやっぱそんなに火力は出ないんだけど、サポートユニットとしてロイヤルチャンピオンが普段活躍してて、ロイちゃんだけじゃなくてキングとかクイーンもサポートでもう一回入れていくと、いつもの破壊力よりももっと強くなるのでっていうところでね、結構理にかなったやり方なんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回もね、こんな感じで終わりたいと思います。レジェンドリーグもね、またたまに続けれる限りね、動画が撮れたら、上げれたらいいなと思いますし。結局僕はオーバーグローの呪文ちょっとだけハマりかけているのでもう必ずしも必要かって言われると微妙なんだけど、ちょっと面白い呪文だなと思って楽しいんで使い続けていこうかなと思ってます。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。